今日はプルップルで滑らかな茶碗蒸しを作りました。こんにちは、卵ソムリエのゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はとろーり滑らかな茶碗蒸しを作りたいと思います。茶碗蒸しは蒸し器がなくてもお鍋だったりとか、あとフライパンでも作ることができます。茶碗蒸しでちょっと失敗しがちなのが、すって言ってちょっと泡泡みたいな気泡がね中にたくさんできちゃって舌触りが悪くなってしまったりするんですけれども、より滑らかに作れるコツをご紹介していきたいと思います。はい、ということで今日も最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、だし汁の材料はこちらです。水、昆布、鰹節です。分量的に割合で言うと、お水に対して 1% の割合です。1リットルなので 10g です。でこっちも 10g です。それでは作っていきます。はい、それではまずだしを取っていきます。でまずね、昆布ですね。昆布を鍋に入れてお水を入れます。はい、お水1リットルドボドボドボっと入れまして、このまま30分水につけておきます。そうするとね、昆布の出汁がねよく出るようになります。はい、30分経ちました。そうするとね、このぐらい昆布が広がります。これをね弱火にかけます。で弱火でじっくりと加熱して昆布の出汁を出します。10分ほど加熱します。はい、10分経つとゆっくり沸騰し始めます。そしたら火を止めて、で昆布をね取り出します。これ昆布をねこのままつけておくとえぐみとか渋みにつながってしまうので、昆布は取り出します。はい、そうしましたらこちら再沸騰させます。で沸騰したら火を止めます。火を止めてからこちら鰹節ですね。鰹節入れます。ちょっとふつふつとした感じ、このぐらい沸騰させて3分煮出します。でこの時にこうアクが出てきたら取るようにしてください。こんな感じでね、アクを取ります。でこのまま3分煮ます。こちら茶こしでこします。こします。こんな感じでこしていきます。はい、これでだし汁の完成です。それではね、こちら熱いまま使うと卵に火が入っちゃうので、これをね冷まします。はい、材料はこちらです。卵、だし汁、エビ、鶏もも肉、銀杏、椎茸、かまぼこ、三つ葉、塩です。これで作っていきます。はい、そしたら鶏肉をね一口サイズにカットします。これはお好みの大きさにカットしてください。はい、こんな感じでカットします。鶏肉は一旦ねこの臭みとちょっと脂身を取るために熱湯をかけます。でちょっとね霜降りの状態にします。でこちら霜降りになった鶏肉に塩をちょっとねかけて下味をね軽くつけておきましょう。これで OK です。はい、そうしましたらエビですね。でエビ今回ね背わたが入ってないものです。で入ってるものはこうやってここの背中を切って背わたを取るようにしてください。でエビはこのぐらい2カットぐらいにします。これですね。はい。であとはね飾り用にこちら切らないものも用意します。でかまぼこはこのくらいの薄切りにしてあります。で椎茸も薄切りです。とあと飾り用でこれを半分に切ります。こちらはね飾り用で使います。はい、それでは作っていきます。今回茶碗蒸しは卵1のだし汁3の割合で作っていくので、まず卵の分量を測ります。こういう計量カップに入れて120なのでこの3倍なので360のだし汁を入れます。はい、そうしましたらまず卵を混ぜます。卵は泡立てないようにそっと混ぜて、端の先端を底に当てながらこうやって縦にこうやって混ぜると比較的に泡が立ちにくくなります。はい、そしたらここにだし汁を加えます。でこれも静かに混ぜます。でこの時ねだし汁はしっかりとね冷えた状態で入れてください。そうしないとね卵が固まっちゃうので注意してください。でこれでよく混ぜます。はい、そうしましたら今回はね塩で味付けします。今回ねしっかりだしも取っているので卵の味を楽しめる茶碗蒸しにしたいと思います。でお塩の加減はお好みで入れてください。だいたいね小さじ1/4ぐらいがねおすすめです。ち
ちょっと味見します。はい、そうしましたら一度茶こしでこします。そうすることで滑らかな仕上がりになります。はい、これで茶碗蒸しの液は完成です。はい、そうしましたらこちら余っただし汁に塩一つまみぐらい入れます。で、これを混ぜます。で、これはですね、何に使うかというと、茶碗蒸しね、具材がね、下に沈んじゃうんですね、どうしても。なので、飾り用は飾り用で別に一緒に蒸して、最後に出来上がった茶碗蒸しの上に飾りたいと思います。蒸す時はこちらの汁につけて蒸したいと思います。はい、ではね、まず茶碗蒸し用の方に適当にね、具材を入れます。まあ2個ずつぐらいかな。入れていきます。具材の量はお好みで、シンプルな方がいいっていう方もいらっしゃるので、個々でね、調整してください。で、今回私はね、結構ね、具沢山で入れます。こんな感じです。で、あとは鶏肉も入れます。はい、こんな感じです。そうしましたら、こちらに汁を流し込みます。はい、で、8分目から9分目ぐらいまで入れます。アルミホイルで蓋をします。で、次に飾り用のものはですね、全部入れて、椎茸もね、はい、入れて、はい、エビも入れて、あと銀杏ですね、と、かまぼこ。これを入れて、で、この中に先ほどのだし汁を入れます。はい、アルミをかぶせて一緒に蒸していきます。でね、ちょっとね、余ったので、もう一個ね、具なし作ります。はい、そうしましたら今回はね、お鍋で蒸していきたいと思います。お鍋で蒸すときはこういうね、布巾を下に1枚当ててください。直接やっちゃうとどうしても直に熱が伝わって酢が入りやすくなるので、こうやってね、1枚かましてあげるとゆっくり熱が入って柔らかく滑らかに仕上がります。敷いたらここにのせます。3つしか入らないので、ちょっと具なしは後でやりたいと思います。はい、そしたら熱湯をここに注ぎます。茶碗蒸しの器の半分ぐらいになるまでお湯を注ぎます。これは沸騰したお湯ですね。で、半分まで使ったらこれで弱火にかけます。蓋をして中がね、熱すぎないようにこうやって菜箸をね、耐熱の菜箸を挟んであげて、熱い空気をね、逃がしながら蒸していきます。火加減はこのぐらいの弱火です。はい、時間が経ちました。蓋を開けます。で、ちょっと一回確認します。斜めにしてもちゃんとね、プルンと固まってる状態になれば、あとね、このまま蓋をして10分待ちます。はい、10分経ちました。では開けてみたいと思います。ででーん。お、いい感じです。プルップルです。こっち側も開けます。いい感じに固まってますね。すっごいプルップルに固まってます。こちら。はい、こちらも仕上がってますね。それではね、一旦ね、これやけどしないように取り出しましょう。はい、こんな感じで仕上がってます。プルップルです。で、こうやってね、斜めにしても汁がね、こぼれてなければもう出来上がってるのでね、すんごいプルプルです。はい。で、こちらもね、具材、トッピングの具材もちゃんとね、仕上がってます。はい、それではトッピングしていきます。まあ、これはね、完全に感性との戦いですからね。はい、いや、なんかこのトッピングってなんか難しいですよね、やっぱりね。こうやって茎の部分も使います。これもね、飾り付けに使えるのでね。はい、そしてエビ。はい、これで茶碗蒸し完成しました。こんな感じに仕上がってます。後からこうやってトッピングを用意しておくと、上にね、こう立体的に盛り付けすることができます。はい、これで完成です。はい、ということで完成しました。こちらです。プルプルいただきます。美味しい。出汁がすっごい効いてますね。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、酢がね全然入ってなくて、すごくね滑らかで美味しい。はい、ということ
ことで今日の茶碗蒸しのポイントはまず1つ目、出汁を取ったところなんですけれども、出汁はかつおだしと昆布だしこの2つで取りました。で、黄金比としてはだし汁と卵の比率は卵が1に対してだし汁が3です。卵はね L サイズ M サイズとかサイズが違うので、最初にどのくらい卵の量があるかっていうのを測ってからかける3倍してだしの量を入れてあげるといいかなと思います。で、今回私はねだし汁ちゃんと取ってやったんですけど、白だしを使ったりとか、あと顆粒のかつおだしとか昆布だしとかも売っているので、そちらでねだし汁代用していただいても大丈夫です。で、具材はねお好きなものを入れていただけたらと思います。やっぱり茶碗蒸しってどうしても具材が下に入ってしまって上の表面がね立体的になんないんですよ。なので私が今回やった方法としては、だし汁にちょっとお塩を加えて、そこに具材のトッピングのものを入れて一緒に蒸し上げるというね。で、最後にトッピングすると立体的な、茶碗蒸しに仕上がります。これからの季節にねとてもぴったりなメニューかなと思うので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は滑らか茶碗蒸しを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな料理を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしてるので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。